はい、今日は超簡単シリーズで巻き結びのねやり方をまた改めてやってみたいと思いますよね。最近もね巻き結びどうやってやるんですかっていうね、左右の合体の仕方ですよね。それを教えてくださいという問い合わせがあったもんですからね、今日は少しそれに回答する形で巻き結びのやり方のおさらいということでね、動画の方を撮ってみたいと思います。まず巻き結びというのは進みたい方向に芯を持っていきます。例えば今回でしたら6色の紐を用意しましたね。こういう形で右に6色6本、左に6本、このような形で紐が並んでいる時に、まず右側の一番外の紐、進みたい方向に芯を持っていくということですよね。芯を持っていく。ここちょっと止めときましょうか。こんな感じでね、進みたい方向に芯をまず持っていきますね。こんな感じで、そして横の紐ですよね。これを芯に対して上からね、こんな形でここに抜いていきます。そして滑らすように芯をね少し引っ張りながら、進みたい方向に芯を引っ張りながら滑らして、このような形に持っていきます。そしてまた2回目ですよね。上からね、ここにこんな形で通していきます。そしてこんな感じね、この2編み1セットになりますよね。そして次は横の紐、これですよね。この紐また芯を進みたい方向にね、今回でしたらこのような感じで進んでいこうと思ってますので、芯をその方向に引っ張りながらこの紐を上からかけるね、こんな感じ。そして芯をまた少し引っ張りながら滑らすように横にねこう持ってくる。2編み目を上から持ってきてね、ここですよね。そしてこんな感じでね、また次横の紐、これですよね。これを上からね、芯は進みたい方向にずっと持っていっとってくださいね。今回でしたらこういう形ですから、この方向に引っ張りながら上から滑らすように、またそこにね横にこんな感じですよね。2回目ですね。上からね、こんな感じ。同じようにね順番に上からということで、こんな感じで上からね、こういう風に。そして最後この紐ですよね。この紐また上からかけて、そして滑らすように持っていく。そして上からこんな感じですよね。巻き結びわかりますか？こんな感じ。今日は紐のね色が違うからちょっと分かりやすいですけども、進みたい方向に芯を引っ張りながら上からかけていくという、こんな感じですよね。これで右側が出来上がりましたよとね。そしたら次は左側ですよね。一番外の紐ですよね。これを進みたい方向に引っ張るね、横の紐を上からかけるね、こんな感じで上からかける。これ左右ね逆になった時にここで迷ってしまうと思うんですけども、同じですよね。芯紐、外側の紐、進みたい方向に芯紐を引っ張りながら編む紐を上からかけるね、こんな感じですよね。そしてまた滑らすようにね、上からかけて、少し芯紐を進みたい方向に引っ張りながらね、引っ張りながら上からかける。ここが少しややこしいみたいですよね。右と左がね逆になった時に同じなんですけどね、進みたい方向に芯を引っ張りながら上からかけるですよね。上からかける。同じようにね、芯紐を引っ張りながら上からかける。あまりギュッと引っ張る必要はないですけども、軽くねこう張るっていう感じですかね、紐をね。そんな感じで、そして最後の紐ね、上からかけて、こんな感じでやってもらったらいいですよね。これでまず右と左がこんな感じでできましたよね。次はこれを合体ですよね。合体するときはどうするのか。これねいつも動画でも出てくるんですけれども、よいしょ、こんな感じで
これが新紐だった紐ですよね。こちらもこれが新紐だった紐で、ここはもう右と、左どちらが上でもいいんですけども、今回は右の新紐を左の新紐の上に重ねて、ね、ここで合体、こういう風に合体させたいと思いますので、その時は右の新紐に対して左の新紐、これですよね。これが新ですから、これに対してまた同じように上からかける。そしてここでこんな感じ、もう一回ですよね。こんな感じ滑らすように、これで合体ができました。こんな形で、こんな感じで巻き結びができましたよね今ね。順番にもう一度やってみたいと思いますよね。ここで今新紐と新紐を合体したところですよね。次はね、今こういう風に編みましたので、このままね、逆に次はこんな感じで編んでみたいと思いますよね。こういう風にね、同じ角度でいってみたいと思います。その場合も同じで、新紐を進みたい方向、編みたい方向、デザインに応じてね、こちらの方に引っ張っていただく。横の紐を上からかけて、また滑らして持ってくる。もう同じですよね。上からかけてね、こんな形で、そして横の紐、順番にね、このままずっと上からとかけていただいたらいいですよね。進みたい方向に芯を少しだけ引っ張っていただく。そして上から滑らすようにね、かけていただくという感じです。上からかけて巻く。2回が1セットになってますので、次横の紐を上からかけてね、滑らす。そして同じように上からかけて滑らして、編むというよりもこうかけて滑らしていくような感じですよね。こんな感じね。同じように反対側もやってみたいと思います。この紐ですよね、新紐。これを作りたいデザインに応じてね、こちらの方にね、もうちょっと角度をつけたければこうでも構わないし、どのように新紐を持っていっていただいてもいいですよね。今回同じような角度でいきたいと思いますので、この辺ですよね。上からかけるね、上からかける、そして上からかける。もう慣れたら全然難しくありませんので、慣れだけですよね。左右がね、少し逆になった時にややこしく感じてしまう方が多いようなんですが、もう全く一緒ですよね。進みたい方向に芯を持っていくだけ。それに対して上からかけるね、上からかける。そしてこちらも最後の紐ですよね。上からかける。こんな感じね。どんな風になったかというと、こんな感じですよね。ちょっと見にくいですけども、真ん中で分けるとこうですよね。こんな感じね。で、外から編んできて折り返してこういう形ですよね。もう一回だけ行ってみたいと思いますよね。次はね、このような形で今編んできましたので、これをね、また芯としてこのまま折り返したいと思いますね。こういう場合はここにね、少しこのような形でね、こんな風にしてもらったらいいですよね。よくありますよね、こういうデザインね。こういう風に折り返すっていうね。また芯は同じです。進みたい方向に芯を持っていってもらって、それに対して編み紐を上からかけるっていうことですよね。こういう場面よく出てきますからね、こう折り返すっていうね。そして順番に上からかけていきます。そして最後の紐ね、こんな感じで、次はこちらも同じように、これが新紐ですからこのままいってもいいんですけども、ここに少しね、ピンを根元部分に刺していただいて、これを折り返すね。これを覚えておいてもらうとね、結構デザインできるんじゃないのかなと思いますよね。よく使いますよね。
上から順番にこんな感じですよね。そして紫の紐をね、そして最後よいしょ。そしてここで合体ですよね。新紐と新紐ありますから、これをどちらでも構わないです。右が上でも構わないですし、左が上でも構わないですけど、どちらでもいいですけど、また右を上にしますね。右を芯にして左の紐で上から巻き結び、これで合体ですよね。こんな形でこんな風になりましたね。少し見にくいですけれども、巻き結びで順番に左右ね、右と左と巻き結びで進んで合体ね。ここのデザインはよく使いますので覚えておいてもらった方がいいかもわかんないですよね。新紐を折り返してこんな形でこのまま同じように編んでいくだけでも、これでもね、もうブレスのベルト部分が作れますし、十分デザインになりますよね。こんな形で作ってもらったらいいですよね。左右がね逆になってややこしいと思われる方がいると思うんですが、基本的には同じですから、進みたい方向に新紐を持っていくね。新紐今合体しましたから、今度はまた進みたい方向に新紐を持っていってもらって、横の紐で順番にまた上から巻いていっていただくということで進んでいただけると、十分デザインが作れるんじゃないのかなと思いますから、ぜひこの動画をね参考にして巻き結びを習得してください。以上です。